さあこちらね、会場にダーヨシさんがねいるかと思ったんですよ。さっきカップ S あったから。ただね、残念ながらダーヨシさんはですね、今回はおそらく来てない。ただ KOF のですね、東を代表するプレイヤー、こちらの方がですね、僕の師匠でもあります。バトルアリーナメルボルンに、参加しているということで、ちょっとお話を聞いてみましょう。はい、よろしくお願いします。はい、どうもお世話になってます。ズネと申します。ズネさんでございます。若いっすね。まあなんか気づいたらそう言われるようになったわ。だって僕よりもね3つ上ですから、今年44の年っすよね。そうそう、82年生まれ。一時期の昭和のアイドルを思わせるようなこのね端正な顔立ちを維持されているんですが、今回はですね、びっくりしました。僕いると伺ってなかったんで。いやもうちょっと子供大きくなったから結構海外の大会回るようになったんですね。なるほどね、行けるようになったと。そうお二人ですよね。2人。なるほど。もう一人で眠れるようになって、いろんな人でできるようになったから、数日パパは家開けてもいいよねっていう、そういう感じになって、金土日ちょっと月曜にかかるぐらいだったら、そこまで影響なくいけるっていう。最近どうなんですか、ゲームできてますよ。平日が全然できないけど、やれるときにはなんとかやって、ある程度は。で海外大会も参加して、やっぱりKFシリーズじゃないと、ある程度貯金が生きる、セオリーが似通ってる部分があるから、昔の貯金で少ないやり込みである程度の成果が出しやすいってところで、自分の避ける場所で咲いてるような感じになってるかな。でも画廊もやってらっしゃると聞きましたけど、ある程度近いところがあるから、やっぱり SNK のそうなんですよね。ある程度活かせるところがあるんで。でも昨今ではね、SNK さんがサウジと組んで大盤振る舞いしてらっしゃいますけれども、ちょうど EWC の、なんか結果的に裏番組的な感じの大会になったので、今やってますね。ちょっと画廊やってるんだけど、じゃあ今回の大会は結構組みしやすしというか、もちろん競合は普段よりは少ないってことにはなるんだけど、画廊メインっていうわけじゃなくて、やっぱケフの方で自分がやってるんで。実は先週もインドに行ってきて、先週インド行って今週ここ忙しいですね。忙しいです。ちょっとインドもだって遠いでしょ。自分でもわけわかんないことやってんなと思ったけど、妻から家族から許しを得たんで、ちょっと行ってくるわ。僕も1回行ったことありますけど、でも10時間ぐらいかかりますよね。移動も大変なんだけど、現地のタクシーとかが大変だったね。ウーバーでタクシー来てもらって乗ったんだけど、いきなり自分がスマホ持ってたら操作されちゃって、ウーバーキャンセルされて、でここに書いてある金額現金でよこせって、ウーバーの中抜きというか、手数料みたいなのを取られたくないからそのまま払えって言われて、こっち的には変わんねえだろみたいな。変わんないんだけど、ガチでキャッシュ持ってなかった、現金用意してなかったから、それは無理ですよ。ウーバーじゃなきゃ払えねえよって散々言って、もういい降りるっつって、スマホも返してもらえて降りれたからよかったけど、それちょっと本気で戻したらちょっと危なかったなと思います。インドはね、僕が行ったところはなんか割とコミュニティの方が結構案内していただいたんで大丈夫だったんですけど、でも結構面白いところですよね。プレイヤーの皆さんは温かくていい人ばっかりで、コミュニケーションも思ったより取りやすくて英語だったんだけど、すごいいい経験ができたな。インドの結果の方はケーフで優勝できて、画廊も優勝できて、やっぱ違いますね、島田さん。それは他の遠征がたくさんいたわけじゃないから。これっていわゆる SWC とかそっちの結構ポイントでどうですか？ポイント的には画廊はもうとにかく大会が多すぎて EWC のためにプロの方々がたくさん回ってて、そのポイントがインフレしてて、1回マスター321とかいろいろ分かれてるんだけど、そこで優勝1回したぐらいでは全然届かないんだけど、ケーフの方は数があんまりないから1回優勝したんでかなり通過には近づいてるんで、じゃあ今回5位か4位ぐらいに入れれば SWC にはいけるんじゃないかなと目論んでるんだけど。なるほど。そう、画廊なんか途中から大会出てくるらしいですよね。どんどん増えてる。大会によって優勝が1000だったり2000だったりとかいろいろ違うんで、なるほど。なかなか厳しい。インフレがやばい。じゃあ KOF 今年は島田さんの最後の舞台で、最後の舞台って島田さんの最後の舞台じゃないけど、今年を締めくくる EWC の最後の舞台で活躍が11月にスウェーデンであるんで。スウェーデン。多分ドリームハック絡みでアトランタだったりスウェーデンだったりいい年だけど、一回家庭の方を経て
ゲームに戻ってこられるっていう流れを作れたらなとなるほど。思ってます。そうですね、だいぶおじさんゲーマーが、僕らのあっちのストリートファイターのタイトルなんてもう大体20代前半とか10代の若手も今相当強いですからね。まあいいことではあると思うんですけど、我々世代のおっさんたちがね頑張ってる姿に見せれると。あと何かありますか？あとはむしろどういうことを喋るのが求められてるかなんとかなんだけじゃあなんか普及してください。ど、普及 KOF とか SNK 愛を伝えてください。 SNK 愛、はい。なんだろうな、最近スト6もすごい出来がいいから SNK ここ強みだよっていうのはなんか明確に打ち出しにくいところはあるんだけど、3キャラのその役割分担とかっていうのが結構そのスト6から入った方なんかには新鮮に感じるところがあると思うんですよ、例えばその負けが確定してないラウンドってもうどうしよう、その破れかぶれでやるしかないとか、芸術使わないようにして負けて次につなげようぐらいの考え方になっちゃうことも、展開的にはあると思うんですけど、負けが確定していてもあがける、やれることが戦略上たくさんあるっていう 3on3 のゲームになってるんで、そこは結構個人的には打ち出していきたいポイントだったりしますね。時間使うだけ使うと相手の体力が回復が少なくなるみたいなのも今でも多分ありますよね。はい、残り時間、ラウンドの残り時間に応じて相手の体力回復量が変わるんで、粘るだけで相手の回復量を減らせるっていう、残業とか言ったりしますけど、よくね残業をするとそれ僕がやってた時はなかったですよ。なかったですよ。最近のオートマチック10年ぐらい言われてるような、先方キャラに残業させると相手はどんどん苦しくなる。まあ今ね、KOF はちょっと分かんないですけど、ガローはとにかくね、そのサウジ EWC 押し出してって、新しいプレイヤーがね、徐々に入ってきました。一攫千金を狙うプレイヤーがやっぱり多いですね。それも多いんだけど、個人的に、ちょっと話がいろいろ出てきちゃってあれなんだけど、自分のイメージの中ではその東欧、ヨーロッパの東、チェコとかギリシャのプレイヤーが強いっていうのは個人的にすごい新鮮で、チェコなんて聞いたことなかったな。チェコのプレイヤー、ちょうど EWC でチェコのプレイヤーもギリシャの双子のプレイヤーが強い方がいらっしゃって、そういうなんか自分がその20代30代の時にゲームした時にはプレイヤーがいるってことも知らなかったような地域、格闘ゲームやってる人いるのかなっていう感じだったところですごい強いプレイヤーが出てきたんで、そこはすごい面白いなとか。そうなんだ。若いプレイヤーだったりします？その人たちは若い、そうなんだ。20言ってても30ぐらい。やっぱ出てきてるんですね。今後も目が離せないと同時に島田さんはプレイヤーとして頑張り続けると。はい、若者に負けないように、はい、頑張ります。はい、ありがとうございます。はい、なんかありますか最後にYouTube のあれでもいいですし、配信もやってらっしゃいますよね。はい、KC スタジオズネっていう YouTube やってますんで、もしよろしければご覧いただければと思います。ズネっていう名前なんで、散々島田って言ってますけども、一応活動の名前はデューンとかズネってなってますんで、はい、島田では活動してないですけども、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。島田さんでした。